はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。先日ですね、お話しした、なぜ建築材料がなくて、高騰しているのかっていうテーマでお話ししたと思うんですけれども、今日はですね、原材料費の高騰で価格自体をですね、値上げしなきゃいけないんだけど、売上がそれによってですね、売上が下がる企業と上がる企業が出てくるんだろうなという、その違いについて、考えてみたいと思います。まずね、ちょっとググってみるとですね、首都高値上げとかコンビニ値上げとかテスラに値上げとか、いろいろ値上げの情報は出てきますよね。普通に考えてみるとですね、生活インフラになっているものはなかなか変えられないかもしれませんよね。買い替えっていうのは代替品がないんでね。だって、首都高値上げなんて仕事上使わないといけない人はもう使うしかないですもんね。だけど遊びで使う人は電車に切り替えるっていう可能性もあるにしても、じゃあ山の中まで電車が通っているのかというとそうでもないですからね。で、コンビニいつも使っている人はなんか使い続けそうですよね。私も便利なのでやっぱ使いますよね。テスラはどうですかね。ブランド力あるんで売上影響なさそうですよね。で、そういったいろんな値上げが各業界起きてると思うんですけれども、業界をイメージしてですね、なんとなくパッと思いつく企業っていうのは、やっぱりそのブランドイメージが強いんで、売り上げってもうそれをいつも買ってるからとかで伸びそうなんですよね、単純に。で、自社にしかない強みを持っていたりですね、替えが利かない企業はね、やっぱり強い。やっぱりね、ブランド力ってやつですよね、これ。で、一方ですね、他社と比べられちゃう企業は下がりますよね、絶対に。自分だけ値上げして他社が頑張ってそのままだったり、他の替えが利くようなものだと売り上げって多分下がっちゃいますよね。スーパーとかそうかもしれないですよね。やっぱ値下げ、やっぱ安いからが魅力ですからね。僕らのインテリアデザイン業界ってどうなんですかね。デザインは原価が人、人件費なのであまり関係ないような感じしますけれども、建設や内装業ってめっちゃ関係あるんですよ。工事費が上がっちゃいますもんね、原価が上がったら。材料費ですよね。デザイン費にもね、それってもちろん影響されると思うんです。そうなった時、どういうデザイン事務所が選ばれるんでしょうかってことですよね。施工会社もそうですけれどもね、設計施工会社も一緒ですけど、名があるところが結局残るんですかね。デザイン特徴があるところが残るんですかね。替えが利かないデザイン事務所ってどんなとこなんですかね。で、それを考えていると皆さんどう思いますか。僕はね、なんとなくですけど、次の3つの特徴を持っているとね、値上げしてもね、売り上げが逆に上がるんじゃないかなっていうポイントだと思っています。で、まず1つ目が、今まで人間関係を築き上げたオーナーさんとデザイナーであれば依頼は引き続き続ける気がします。多少の値上げであれば理解してくれるはずです。そのオーナーさんとのもちろん経験値、一緒に積み上げた実績もありますので、要望がですね、結構通過で分かりますからね。しかも一緒に頑張ってきたっていう経験値がね
あるんで、これも1点あるかなと思ってます。で2つ目がですね、特許や、特殊な設計技術を持っていたりね、例えば海外案件ができるネットワークがあったりとかですね、他の事務所だったり会社にはないスキルや経験値があるところは強いっすよね。やっぱり英語喋れますとか、中国語いけますとかで、3つ目がもともと高価格帯の設計をしている事務所ですよね。要するにコスト勝負じゃないところのデザイン事務所とかですね、デザイン勝負かもしれないんですけど、設計技術かもしれませんけど、もともとターゲット層が高いので、値が上がってっても、コストじゃないんでねって言えるんですね。2番目と3番目ってちょっとつながってる感じもしますけれども、こういった3つの特徴があるとデザイン事務所が生き残れる術なのかなと思います。今日はちょっと簡単になっちゃいましたけれども、値上げで売上が上がる企業と下がる企業の違い、その特徴についてお話ししてみました。これからね、就職先やインターンシップを探していたり、独立しようと心に決めている人はこの辺りの辺を押さえておいた方がいいかなって思います。Zoom で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。まずは LINE のオープンチャットの方で URL を貼っておきますので、興味がある方はそこでちょっと質問してみてください。でね、その上でもっと実務的にね、もう入り込みたいんだという方は、その思いをちょっと書いてみてください。私と面談して、もし同じような方向でしたら、実務の LINE グループにご招待しますので、今は無償でやっておりますので、どんどん応募してみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。